夢はパン屋を開きたいから、ここでたくさん知識と経験を学んで、インドネシアでパン屋を開きたいです。生地作りは新しい生地を作りましたから、だから新しい知識を学びます。だから楽しいです。いつもの生地と違いますとか言ってしっかり測って感覚も覚えてきてくれてるからすごい成長してるなと思います。彼はなんか本気度を感じる。街の人々が集う郊外のショッピングモール。その一角にあるポイス広島。黙々と準備を進める青年がいます。インドネシアからやってきたリズキーさんです。ちょっとそれでやってみて。はい、わかりました。いつも6時から始めます。たくさん日本語とか書いてありますけど、はい。わかるんですか？大丈夫です。わかります。もしわからないなら、社長に来てます。来ます。異国の地でパンを作るため、言葉の壁にも真正面から向き合っています。日本語を勉強し始めてどれぐらい経ってるんですか9月くらい ?9 月くらい？10ヶ月ぐらい？はい。10ヶ月ぐらいならそんなに日本語上手なんですね。いや、まだ上手じゃないです。上手じゃない？はい、上手じゃない。まだたくさん言葉がわからないから、今までもまだ勉強します。言葉の壁にぶつかりながらも、パン作りに没頭する日々。彼を突き動かしているのは、ある明確な夢でした。パン屋の働きたいの理由は、インドネシアで、パン屋を始めたいです。だから、この日本のパン屋から、たくさん知識を学び、私の国にパン屋を開きたいです。材料の数は間違えることがあります。塩とか、時々入れるのが忘れましたとか。で、それはどこの段階で気づいたんですか？入れた後、大体確認します。確認した後、気づきました。1分入れた後。を入れ忘れて、はい。パンができるってことはなかったんですか？ないです。まだ大丈夫です。まだ、ミキシングの初めてだからまだ大丈夫です。彼が失敗を未然に防げる理由、それは真由美さんとの距離感にありました。わからないことはリズキはどんどん聞いてくるんですね。めっちゃ聞いてきます聞かないで先に進めていくよりかしっかり何回も聞いてくれるからありがたいです。生地混ぜるの楽しいですか？はい。とても楽しいです。もしこの状態なら、ミキシングはもっと長くします。2分、3分ぐらいできました。ちょっと400で、高いので混ぜて、で、入れてください。わかりました。温度測った？はい、もうわかりました。33.8 です。この日、彼が向き合っているのはいつもの生地ではありません。任されたのは新しいパンの試作です。すみません、社長。粉を増やしますか？
いや、まだ混ぜて大丈夫です。混ぜとってた。はい。多分先に水が少なかったけ、粉がちょっとちゃんと混ざってないけど、もう少ししっかり混ぜてもらって、はい。で、そこから様子見ましょいつもの全粒粉の生地だったらね、彼もね分かってるからスムーズだけど、私がちょっと湯種にしてみようとかって湯種混ぜたりとかして試作しながら作ってるもんだからそうなんですよ。いつも困らせてます。外国人の方を雇うのに不安とかなかったんですか？不安はそら初めは言葉が通じるかなとか、いろんな不安はありましたけど、でも意外と一緒に働いてみてなんか素直に聞いてくれるし、なんか印象がとってもいい。とってもいい。成長したのはなんかちょっとずつ早くなってきてる。初めはすごい時間かかってもうメモばっかり取って仕事が進まなかったけど、でも今は結構パッて見てパッて急いでやってくれるから、意外となんか生地の感覚とかも覚えてて、なんか私がどうかねって聞いたら、いやいつもの生地と違いますとか言って、ちゃんとね温度とかもしっかり測って感覚も覚えてきてくれてるから、すごい成長してるなと思います。彼はなんか本気度を感じます。そうそう。ゆみさんがそのように言ってますけど、どうですか聞いて。あ、はい。すごい頑張ってるって。はい。ありがとうございます。とても嬉しいです。認められた喜びが彼をまた少し職人の顔に変えていきます。今度は手先の感覚が試される成形の壁にぶつかります。あ、それは震えやすいです。そうなんよ。柔らかい。生地が柔らかいから、順に丸めれるって。ゆっくりですか？ゆっくり、そんなにギュってこう力強く丸めないで、軽くこんな感じで丸めてもらって、手にこのつけて、であんまりまだ慣れてない。成形はそこまでまだやってないから。まだ慣れてないかな。丸めるの難しかったです。あ、はい。まだ慣れないから。今はまだ思い通りにいかないことばかり。それでも立ち止まることなく黙々と次の仕込みに取り掛かります。パン作りの技術を磨く一方で、彼にはもう一つ任されている仕事がありました。あ、これを使っても大丈夫です。この中に。はい、お願いします。もし多いなら、残りはこの上で大丈夫です。はい。はい。この前最後の注文は増やしましたから。ゴールデンウィーク用ですか？はい。これは多すぎです。この前はゴールデンウィークの時はいっぱいに注文しましたから、怒るのが今です。この前は会社は休みだから、だから多めに注文します。予想外に増えてしまった在庫。彼は焦ることなく、すぐに原因を探り始めました。問題から逃げず、自分で答えを見つけようとする。その姿勢を大輔さんはしっかりと見ていました。5月の4回分とかを数を予測して注文しとかないといけなかったから、やめたパンがあったりとか、使用量が減ったパンがあったりとかして、結果的に残ってて多くなってたってことが今回分かったんで、ね、
頼みすぎなんじゃない、多いけチェックしてって言はい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 って今チェックもまでしてちゃんとだからそうでしたまで言ってくれるから。で原因も突き止めてくれて。そう彼はあれ時間かかってでも自分も多分納得して僕らも納得させてくれて終わる人、とてもいい。真摯に仕事と向き合う彼の周りにはいつも温かい空気が流れています。慣れてきた作業にも笑顔がこぼれるようになりました。生地作りと分割どっちが楽しいですか？生地作りです。生地作りが楽しい。はい、生地作りは時々さっきと同じ新しい生地を作りましたから、だから新しい知識を学びます。だから楽しいです。最初は言葉もわからず戸惑うことばかりでした。それでも一つ一つの作業を自分のものにしていく、その確かな成長を周りも肌で感じています。なんかやる気あるなって感じはすごく伝わってきた。普通1個のところで次のポジションに回すとすごい嫌がるけど、結構彼はなんか嫌な顔せずに「はいはい」っつって何でもするすぐにはいろんなことはできないけど成長は確実に少しずつしてますか。だからなんか彼がね、学びの精神がすごいから自分ももっと学んでもっと教えられることをたくさんあるんじゃないかなって最近思って私も勉強しようと思ってます。教える側と教えられる側、彼のひたむきな情熱は確実にこの工房の熱を高めていました。しかし彼が今いる場所は故郷から遠く離れた異国の地です。故郷の家族はどう思っているのでしょうか。お父さんとかお母さんは反対とかはしませんでしたか？反対しないです。ない。応援します。応援してくれてたんですか？はい。お父さんとお母さんも。はい。いろんな知識と新しい経験を試してと言いました。家族からのエールを胸に今日の作業も終盤を迎えます。覚えることは山積みで決して楽ではない毎日。それでも彼がここで頑張れる理由がありました。社長が優しいし、パンが美味しいし。パンが美味しい。そうなんかね多分チョコチップのチョコレートメロンパンが好きみたいでよくねあれを買って帰ってくれる。言ってましたね、もうチョコチップメロンパンも好きだよ。そうそうそうなんでこの休憩なんですか？だいたい1時からお昼ご飯は家から持ってきてるんですか？パンもらいます。はい。めっちゃ嬉しそうですね。はい、嬉しいです。お昼の時間が楽しみですか？はい、とても楽しみです。午後1時を少し回った頃、待ちに待ったまかないの時間です。何個食べるんです？ 2個ぐらい。2個2個で足りますか？時々2個、時々3個です。じゃあ3つもらいます。
中身は鶏肉とカレーとポテトサラダです。美味しいです。めちゃめちゃはいいい笑顔してますね。はいパン食べて美味しいから。だから幸せです。いろんなパンを食べることができます。だから楽しいです。今は発注を始めます。在庫を数えて1週間ぐらいはもし足りなかったら発注します。パンの製造だけではありません。材料の管理も彼の大切な役割です。お店を回すための重要な作業も彼に託しています。この前は1週間前は4あります。そしたら全部注文は4、今日は8あります。4回分注文してなくなってないってことが言いたいんですね。だけ多いんだよってことで。はい。分かった。まだ入って半年なのに、リズキーは注文も任せる注文もんですね。そうです。やればできる。日本人の方が難しいじゃないですか。と思います間違えることは。はい。今携帯見てチェックしてるでしょ。はチェックするのもフォーマットがあるんじゃなくて、はい彼自身がそれ自分で作ってる。い。自分が分かりやすいようにはい1日の使用量を聞いてきて、はい大体どのぐらいですかって。で、注文のスパンが何日おきとかっていうのがあるから、はい自分で計算して1日何個みたいな。この注文の時には何個みたいな。実際ああいうアナログなところもある。そうなんよね。でもやっぱ何回も多分見て書いて確かめて間違えないようにはいやってるんだと思う。だからリズキーの発注とか、はい。あんまりとかほとんど間違いがないし、足りなくて大変っていうことがほぼない。余分に多く取ることはあっても心配性やけん。任された仕事は何度でも確認し、最後までやり抜く。その真面目さが少しずつ店の信頼に変わっていきます。慣れない異国でどんな作業にも手を抜かない。彼がそこまで情熱を注げるのには確かな理由がありました。目標ってあるんですか？あ目標とか夢とか。夢はパン屋を開きたいから、ここでたくさん知識と経験を学んで、インドネシアでパン屋を開きたいです。何年ぐらい頑張るんですか？これはまたわからないです。わからないけど、はい目標は先の言った通りです。ぜひインドネシアでパン屋さんになれるように応援してますんで。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあ今日ありがとうございました。はい。ありがとうございました。お疲れ様でした。さっき、目標は何ですかって聞いたんですけど、すごいパン屋さんにご一緒になりたいって。本当ですか？本当にまだ言ってたんで、けどパン屋さんになるってやめてくれたら寂しいですよね、オーナーとしても。そうそう。だけどインドネシアにインドネシアにお店で二人のそうだったらいいんじゃないとかと思って。お疲れ様です。先に失礼します。でさっき聞いてもまだパン屋さんにやりたいって言ってましたもん。言っとったやろ。強く。そう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 。なんか本当目標を持って頑張って働いてるのがすごい伝わるっていいよね。もしして海外展開の話になった時にね、現地の人で分からん人でもないし、で日本で雇って連れていくっていうね、あれじゃないこともできるじゃん、やっぱり。まあ分からんけどね、彼は彼の人生がもちろんあるから、そうですよね、自分でやりたいって言うかもしれないし、けどこれからなんかますます成長が楽しみな。そう、初めはね、やっぱいい印象はやっぱり
話されてる中じゃないじゃん。なんかサボるとかさ、あー飛ぶとかさ、はい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 。彼はなんか、なんか良かったなと思ってます。ですね。これからが非常に楽しみですね。はい。じゃ楽しみ。あ今日お疲れ様でした。はい、お疲れでした。お疲れ様でした。遠い異国でまっすぐにパンと向き合う青年。そのひたむきな挑戦はまだ始まったばかりです。彼の情熱とそれを見守る温かい人たち。今日もポイス広島は彼らの夢と共に歩み続けます。